皆さん、こんにちは。柚木ゆかりです。皆さん、こんにちは。木綱あかりです。と挨拶はそこそこにして。シドマイヤーズ・シビライゼーション7が2月に発売されますね。おめでとうございます。それに合わせて、今回は過去作品を遊びます。ということは？そう。傑作であるシビライゼーション4ビヨンド・ザ・ソード。おう。のもっともっとである。フォールフロムヘブン2オムニサイエンスオールマイティクリーチャー。通称 FFH2OAC を遊んでいきます。どうして？シブ4の中で一番触れたのがこれだからです。ですが、4X ゲームとしての面白さの根幹は変わらないので、シビライゼーションらしさは感じていただけるかと思います。4X とは探検、拡張、開発、そして殲滅ですね。その通りです。シブを知っている人も知らない人も楽しんでいただけるように頑張りますので、よろしくお願いします。ではゲームを始めていきましょうか。今回の設定は、プレイヤー8人、地形インランド C、難易度貴族、指導者相馬テラザ。オプションは、活気ある世界、AI の呪文頻度低下、旧支配者の目覚め、反乱源の自動発生の有効化。以上です。ここで一時停止。この指導者の特徴を簡単にご説明します。文明はドロアウム、邪悪な勢力であり、魔族と死人が主力です。また、死のマナのせいで、他文明との関係は悪化しがちです。内政面では、人口、生産、経済、研究とほとんどが優れています。一方で、戦争は、質より量で圧倒する戦術を取ることになります。また、特筆すべき特徴として、アルマゲドンカウンターを上昇させることで、様々なボーナスが得られます。勝利条件ですが、AC 上昇と関連が深い終末勝利を目指します。どんどんカウンターを上げて、世界を破滅へと導いていきましょう。では一時停止解除します。最初、全文明は開拓者、戦士、石膏を持っています。まずは都市を建てましょう。視界確保のため開拓者を丘に登らせます。かなり遠くまで見渡せましたね。今のマスが一番良さそうなのでここに建てましょう。さて、最初の生産ですが、ここは戦士とします。蛮族対策から他国への抑止力まで、軍事力は特に重要です。初期戦士は首都へ、石膏は自動で動き回ってもらいます。研究は最高の技術を目指します。どうしてですか？1ターンでも早く奴隷制を採用するためです。奴隷制は人口を消費することで、その都市の生産を完了させることが可能です。また、戦闘の際、25% の確率で敵を奴隷として第一文明と接触。ノービアイはドワーフやゴーレムの文明ですが、人口消費でユニットにボーナスを与える生体移植。人口消費で食料を生み出す食料分配。といったことが可能な、人を人として見ていない、とても恐ろしい文明です。人らしい扱いをしていないのはこっちもですけどね。戦士が生産完了しましたが、追加でもう1ユニット作ります。研究、道具の作成が完了しました。これでようやく最高の技術研究が開始できます。上のバーを見る限り結構かかるようですね。不必要なものに割く時間はなさそうです。そうです。自分なりに取捨選択と優先順位をつけないと他文明に遅れを取ります。ノービアイの文化圏が見えました。思ったよりも遠いですね。これなら第2、第3都市を建てる時間は十分にありそうです。というわけで、早速開拓者を生産します。ここ、労働者と迷ってますが、先に土地を確保した方が良いと判断しました。
さっきの話の続きをしましょうか。奴隷製はドロアウムと相性が非常にいいんですよ。ドロアウムでは奴隷が大事な第2文明と接触。ドビエロは野蛮人です。暴力しか知らず、私たちのように相手を慈しむことを知らない文明です。血と肉の味しか知らなさそう。で、次は何の技術を取るんですか？道路の作り方を知らなかったので、それを取ります。そういえば、最高の技術のおかげで銅が埋まっているマスが可視化されました。牛アイコンの右にマスにあるやつです。有効活用しましょう。第3文明と接触。ラヌーンは海洋文明です。旧支配者をしょっちゅう呼び覚ましてます。今回はマップが内海ですが、どうなることでしょうか。上に何か出ました。奴隷制を制定しているため、人口消費で生産を完了できるようになりました。第4文明と接触。スバルトアールグはダークエルフの文明です。暗殺が得意であり、さらに偉人の誘拐も行ってきます。さて、第2都市を建造しましょう。どこにするんですか？ノアビアイの文化圏を抑えるため、まずは右に建てます。以前生産した戦士を2つ同行させ、出発します。探検の技術が完了しました。次は神秘主義にします。これは終末勝利に必須の技術です。終末勝利を達成するには、8個の魔法陣を完成させる必要があります。魔法陣の生産方法は、都市での生産と偉人消費の2種類で、交互に実施する必要があります。8個目の魔法陣完成後、終末の導きを完成させるとクリアなので頑張りましょう。第2都市の建設ですが、何事もなかったですね。防護柵を作りましょう。攻められた時に防御ボーナスがあるほか、微量ながら文化ポイントを得られます。第2都市の左上になんかいますね。あれはリザードマンの巣です。彼らは野戦が得意ですが、都市攻めは増えてです。石膏が狼と戦ってますね。グリフォンやオオグモじゃないだけ幸運でした。彼らには引き続き探索してもらい、多文明との接触に貢献してもらいましょう。第5文明と接触。すみません。ラーナに関してはあまり把握しておりません。ただ、善良な指導者であっても、途中から邪悪や中立になり、文明そのものが大きく変化するということは知ってます。神官、天使、堕落、不死身といったワードがゲーム内時点のシビロペディアで見かけますね。荒人神制が解禁されたので採用します。これは首都の生産力が 1.5 倍になる強力なものです。次も魔法系を研究しますか？いえ、ここでは畜産を研究しました。理由はなんとなくです。まあこのレベルの技術はどの文明でもなんだかんだ取得してるのでターンロスは発生していないはずです。まあそういうことにしておきましょうか。ほらほら、第3都市を建てますよ。どこに開拓者を送ろうかな。首都で生産指示を出したのは何ですか？空の霊廟ってありましたけど。あれは世界遺産です。世界遺産は全プレイヤーのうち1人しか生産できないため早い者勝ちです。空の霊廟は生産した都市で偉大な預言者が輩出しやすくなる点もありますが、すべての地都市に記念碑が無償供給される点が特に強力です。すべてに無償供給ってなんか強そう。実際かなり強いです。記念碑は特に序盤で都市開発において効力を発揮してくれます。また、この無償供給はこれから建てられる都市についても有効なため、積極的に生産していきたいですね。あ、石膏が。長く生きた方じゃないですかね。切り替えていきましょう。これ、第3都市は本当にあそこに建てるんですか？ラーナの文化圏近くですが、
かといって砂漠に立てるのはもったいないので、強気に行きましょう。敵国と隣接したので防壁を生産したいのですが、そのためには石膏と数学が必須となります。そのため、石膏の研究を開始しましょう。第3都市も建設しましたが、あれは金ですか？その通りです。文化圏を押し広げて美味しくいただいちゃいましょう。首都の世界遺産が緊急生産できますね。はい、無事私たちのものになりました。奴隷制は、これが本当に強いんです。確か、文化圏を広げる記念碑を無料配布してくれるんですよね。はい、第3都市はもちろん、第2都市も、これを見越して記念碑は建てていませんでした。次のターンで、2都市とも文化圏が広がると思いますので、注目してみてください。確かに、一気に広がりました。こうやって塗り広げていくのが楽しいんです。数ターン後、勢いそのままに第4都市も建てました。一旦都市建造は打ち止めにし、引き続き国力強化と終末勝利に向けた研究をしつつも、ゾンビを大量に生み出す布石を打ち続けます。国力を豊かにし、お金をできるだけ抱えることが重要なのですが、まだ準備段階なんですよね。道路に続き文字も書けるようになったんですね。筆記で生産可能になる世界遺産、アレクサンドリア図書館が強いので、それ目的に取りました。次の候補としては、旧兵が解禁される弓術、聖堂の武器が供給される聖堂機、魔法陣が解禁される邪悪への道、経済強化のための通貨があります。戦争を楽に進めるか、内政を豊かにするか、勝利条件へ着手を始めるか、ですか。正直、全部欲しいですね。この段階では、敵に宣戦布告されない程度に戦士を揃え、邪悪への道を進んで、詐欺の技術を最優先で取得したいと考えました。詐欺は何ができるんですか？宗教の創始、英雄ユニットの解禁もありますが、今回は、地下評議会とドロアウム固有の経済制度が目当てです。地下評議会は議事長となり、とある施策を絶対に通さないといけません。固有の経済制度ですが、首都の生産力がさらに増加するとともに、奴隷の捕獲率がさらに上昇します。特に捕獲率ですが、50% へと大きく上昇するんですよ。2回勝利のうち1回は相手を捕らえるんですか？ゾンビ国家に囚われるなんて相手にとっては恐怖ですね。まあ、ゾンビは相手を食べてしまうことの方が体感多いですが、秘密にしましょう。それでですね、戦争はいつやるんですか？そろそろ皆さん期待していると思うんですが。次の動画では、ちゃんと仕掛けるんでもう少しお待ちを。では、今回はここまでとします。最後までご視聴ありがとうございました。